よろしくお願いします。これはファミコンの初代ドラゴンクエストです。あの小さなロモの中に詰め込んだドラゴンクエストの技術や秘密を知りたくはありませんか？この動画ではゲームの動きを見ながら、ゲーマーには正直どうでもいいようなプログラマーのディープで細かすぎる視点からゲーム機の設計を深掘りしていきます。なお、音声トラックを変更することで別の声や言語で聞くことができるのでご利用ください。このゲームは日本の家庭用ゲームの歴史を大きく変えた作品と言えます。ゲームの好みは人それぞれなので評価はいろいろあると思いますが、ロールプレイングゲームをより万人向けに遊びやすい形へ作り直したところがポイントだと思うんです。当時の家庭用ゲームはシューティングゲームやアクションゲームのようにプレイヤーの腕前が強く求められるものが多く、得意不得意がはっきり分かりやすい時代でした。もちろんロールプレイングゲームもありましたが、アクション性の強いものや海外製のウルティマのように自由度が高すぎて何をすればいいのか分かりにくいものなど、遊ぶ人を選ぶ感じでした。それに対してドラゴンクエストはアクション性は排除し、堀井雄二さんのシナリオによるストーリーで次に何をすればいいのかが分かりやすくなっています。さらに鳥山明さんの親しみやすいモンスターと杉山浩一さんの印象に残る音楽によってゲームに対する敷居を大きく下げることで大ヒットにつながったと言われています。残念ながらその時すでにセガ派だった私はドラクエの凄さはスーファミ時代まで知ることができませんでした。次にプログラマーとして見ていくとまた違う凄さがたくさん見つかります。今回は初代ドラゴンクエストのプログラムを分析して分かった技術的にすごいところを見ていきたいと思います。最重要の技術的なポイントは小さなロム容量との戦いです。初代ドラクエのロム容量はプログラムロムが 32KB、キャラクターロムが 32KB の合計 64KB しかありません。グラフィックを除くゲームの処理やシナリオ、イベント、会話、音楽、広大なマップなど各種データはたったの 32KB のプログラムロムに押し込まなければなりません。いかに少ない処理でたくさんの敵やイベントを動かすのか。この工夫がプログラムのあちこちに詰まっています。まずは広大なマップをロムに押し込む技術を見ていきます。ドラクエのマップデータは大きく分けて2種類あります。一つは町、城、洞窟などのマップ。もう一つは広大なワールドマップです。まず共通する点としてマップは草、森、川、壁、床などの 16×16 ドットのパターンをタイル上に並べて表現しています。そしてワールドマップ、町、洞窟のそれぞれで使える地形パターンは最大16種類です。16種類ならパターン番号は4ビットで表現できます。主に格納できる値の単位は1バイトなので1バイトに2つのタイル番号を詰め込めます。これだけでマップデータの容量を半分にできます。町や城や洞窟などのマップではこの4ビットずつに詰めたデータをマップのサイズ分だけ持っています。つまり横に2タイルで1バイトという単純な形式です。これに対してワールドマップは 120×120 タイルと非常に広いので、さらに RLE 圧縮という技術を使っています。RLE とは同じデータが何回続くかを記録する圧縮方式です。上位4ビットで地形の種類、下位4ビットで連続数から1を引いた数を示すので、例えば木が4個続くならパターン6が4個というように63とまとめて記録できます。同様に丘が8個続くなら27とまとめるというように全部を圧縮するとこのような19バイトにすることができるのです。かなりお得ですね。ただし弱点もあって、街のように同じ地形が横にあまり続かない場所では圧縮の効果は小さくなります。そのため圧縮はワールドマップでのみ使っているのだと思われます。また単純にデータをまとめて持つと、例えばここのパターン番号を知りたいときは目的の座標にたどり着くまでデータを先頭から順番に読んでいく必要があり大変です。
ワールドマップは 120×120 もありますからね。そのため、一工夫しており、ワールドマップ全体を一括で圧縮するのではなく、横1ラインごとに分けて圧縮しています。これなら、ある程度は特定の場所の近くまでは一気に進めるので、だいぶ楽勝になるんですね。次に容量が大きいのは、会話などの文章データではないでしょうか。基本的には1文字を1バイトの独自コードで保存しており、例えば、こんにちはは5バイトで表現されます。しかし、単純に全ての会話を入れることは容量的に無理だったようで、こちらも工夫をしています。文字の00から 6C までは、ひらがな、数字、記号などの単体文字として使われますが、6D から EF は共通の文字列、F0 から FF は特殊機能として使われます。共通の文字列とは、例えば、このような会話によく使う言葉であり、会話データにこの数値を指定することで対応する文字列を表示できるようにしているのです。そして特殊機能にはこのようなものがあり、F に79、FF の3バイトでささやきじゃという会話を表示します。このように会話を圧縮して容量節約しているわけです。なお、プログラムロムの容量がどうしても足りなくなったからでしょうか、なんと長い会話など会話の一部をキャラクターロムに格納して使っているんです。このことからもこの容量の戦いの苦しさがわかりますね。次に敵との戦闘についてです。ドラクエではスライムから竜王まで様々な敵が登場します。しかし、プログラム的に見ると、それぞれの敵は、名前、攻撃力、守備力など、パラメータの数値の違いでしかありません。つまり、スライムと竜王の違いは、専用の戦闘プログラムがあるかどうかではなく、基本的には、表に入っている数値の違いなのです。このように、同じ戦闘処理を使いながら、パラメータを変えることで、敵の強さや個性を作っているわけです。これは容量を節約する上でとても重要な考え方です。さらにドラクエ1の戦闘は主人公と敵の1対1です。仲間もいませんし、複数の敵が同時に出てくることもありません。そのため、誰が誰を攻撃するのか、行動順をどう並べるのか、複数の敵をどう選択するのかといった複雑な処理が不要になります。これはプログラムを小さくするのに利点となります。次にイベント管理です。ドラクエのようなロールプレイングゲームではストーリーを進めるとイベントのフラグが立ち、次のシナリオに進めるようになります。しかし初代ドラクエではイベント進行に関わる主なフラグはこの9個だけとかなり少なく抑えられています。また、太陽の石や雨雲の杖、虹の雫のような進行に関係するアイテムは専用フラグではなく、アイテムを持っているかどうかで判定しています。ドラクエというと壮大なシナリオという印象がありますが、初代はプログラム的に見るとかなり控えめでシンプルなイベント進行だったんですね。次に敵の出現管理についてです。ここでもリスト化によって容量を抑えています。まず、場所ごとに出現する敵を直接登録しているわけではありません。出現する敵の候補を最大5種類登録できる敵グループというリストを使っています。この敵グループはゲーム全体で20グループ用意されています。そして、ワールドマップであれば、マップを 8×8 のエリアに分け、それぞれのエリアに出現させる敵グループを割り当てているのです。洞窟では、マップや階層ごとに敵グループが割り当てられています。このように、場所、敵グループ、敵の候補リストという段階に分けることで、少ないデータ量で出現パターンを作っているのです。プログラムで全部を力技で作るのではなく、データの持ち方を工夫することで世界を広く見せています。これで今回の解説は終わりです。このリスト化してプログラムを簡素化する考え方はゲーム以外のプログラムでもとても重要です。
現在のゲーム機やパソコンは高速ですが、それでも大容量のデータを処理すると、すぐに限界が見えてきます。例えば、膨大なオープンワールドのゲームでは、数十ギガ、あるいは100ギガを超えるデータの中から、今プレイヤーの周囲に必要な地形、建物、敵、音声、イベントだけを効率よく読み込む必要があります。全部を一度に読み込むことはできないので、エリアごと、距離ごと、重要度ごとにデータを分けて、必要なものだけを管理するわけです。これは、初代ドラクエが、マップ、会話、敵、イベントをリスト化して、少ない容量で広い世界を表現していた考え方と根本的には同じです。ハードの性能が変わっても、データの持ち方を工夫して、プログラムをシンプルにするという考え方は、今でも変わらず重要なのです。今回はこれで終わりです。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。では、またね。